つか行ってみたいな。そう思っているうちに人生の折り返し地点に来てしまった。こんにちは、リーボです。私は今ライブ遠征で福岡にやってきました。なんと人生初徳永英明。新しい建物ができてる。福岡に来るの1年ぶりかな。確か去年もこれぐらいの時期だった気がする。徳永英明のライブって初めて行くんだけど、会場が2時で開演が3時という超早いスケジュール。なんかめちゃめちゃ中年にとってはありがたい。博多駅から中須川端駅に行きます。駅の出口って毎度迷いがちなんだよね。なんかみんなが向かってる方についていってみるか。合ってた。まっすぐ行けば今日泊まるホテル。今日泊まるホテルはこちら、西鉄イン福岡。結構古いホテル。近くにはいつも人が並んでる一覧もある。なんかほんと毎度行列だな、ここ。ここ西大橋っていうのか。なんかいつも通るたびに思うんだけど、道幅がめちゃめちゃ広いよね。と思ったら、この辺りは昔路面電車が走ってたらしい。おお、ここか。へえ、1階にはカフェがあるのか。なんかちょっと覗いてみよう。どれどれ。なんかこじゃれてる人たちがいるな。ランチ寄ってみるか。と思いながら歩き出したら、なんかすごい行列。めちゃめちゃ並んでる。とんかつ？福岡でとんかつ？なぜとんかつ？と思ったら、白いとんかつで有名らしい。福岡ってなんか行列が行列を呼んでるイメージ。おー、なんか思ってたのと違う。ここってもともとは東急ホテルだったらしい。西鉄インになってからは20何年か。私の両親の世代が福岡に旅行に来た時、このホテルに泊まったりしてたらしい。七夕飾り。世界一かっこいい悪役になる。ほほう。実はこのホテルに泊まるって決めたの、なんかもうなくなるって聞いたからなんだよね。正確な時期はわからないんだけど、ここも天神ビッグバンの再開発のエリアになっているみたい。というわけで、ライブに向かう前にお部屋をちょっと探検してみます。40年前に来たことがないから、当時とどれぐらい違ってるのか全然わかんないけど、なんか全体的に年代は感じる。おお、普通に広い。自分で言っててあれだけど、普通に広いってなんだって思うよね。お、あれはもしかしてクローゼットか？入り口にクローゼットが結構年季が入ってる。中はこんな感じ。もうクローゼットだなこれ。ちょっとスリムタイプ。枕元はこんな感じ。最近はタッチパネル操作とかもあるけど、なんかこういうスイッチとかダイヤルの方がオールド世代としては馴染み深いよね。コンセントはタイプ A が一つずつか。タイプ C はないんだ。広めのテーブルにちょっとちっちゃめのテレビ。コンセントは鏡の前にもう一つあったけど少なめ。アメニティはフロントで持っていくスタイルで、お茶に歯ブラシ、カミソリにボディウォッシュタオル、綿棒とか基礎的なものだけかな。で、フロントの前には両替マシンもあった。そういえば1階のトイレのドアってちょっとクラシックな感じがしたな。あとロビーに昔の天神の地図が飾ってあった。
トル、冷蔵庫、ドライヤーはイオニティ、椅子で、お外の景色はお外こんな感じ。さっきめっちゃ並んでたレストラン、あれか。景観はこんな感じです。これね、開け方がわかんなかった。なんか下手に開けたら閉められなくなりそうな気がして、ちょっとわかんなかった、開け方。お風呂はどんな感じかな。こんな感じ。お風呂はこんな感じです。綺麗。バスタブもこれ結構広い。バスタブの広さはこんな感じ。伝わるかな。こんな感じ。広さは向こうまで足伸ばしても十分広い感じ。これぐらい。ソープ、ボディーソープ、シャンプー、リンス、タオル。夜景楽しみ。11階にコインランドリーがあるので覗きに来たら、ドアを開けた途端にスモーキーな香り。誰かさっきまで吸ってたな。コインランドリーには乾燥機と洗濯機が1台ずつ。ドアの外にはズボンプレッサーも置いてあった。そういえばお部屋に水がないなぁと思ったら、最近ミネラルウォーターの設置やめたらしい。プラ削減のためって書いてあった。ラフさのせいなのか環境のせいなのかよくわかんないけど。というわけで1階に自販機があると聞いたのでお水買いにやってきました。1階のフロント横には自販機と喫煙室がある。ジョージアのコーヒー自販機もあった。でもやっぱ水だよねと思ったら売り切れてる。いや、水ないのか、マジか。あと4階と10階に自販機あるみたいだから、まず4階に行ってみるか。人間が1日に飲む水の量は 1.2 リットルぐらいらしい。お、カップヌードルの自販機だ。お値段も良心的。思ったんだけど、お酒の自販機で冷たい以外の自販機って存在するのかな。くだらないことを考えながら自販機のボタンを押してたら、お札が使えなくて、かろうじて残ってる小銭で水買ったと思ったらグリーンだからだった。水じゃない。かわいいこの建物、なんだろう。レストランみたい。レストランかと思ったら、ここは重要文化財の建物。なんか東京駅で知られてる有名な建築家の人がデザインに関わってるんだって。通りでおしゃれなわけだ。カフェバーもやってるのか。すごいかわいい。てな小学生みたいな感想を言ったところで、ふと右側を見ると神社が。こんなところに神社があるんだ。この神社は水郷天満宮といって、菅原道真公が祀られているみたい。福岡城の鬼門にあたる場所なんだって。御朱印帳持ってくればよかった。水郷天満宮の横の小道にはなんだか看板が並んでる。喫茶店。なんかめちゃめちゃ美味しそう。こんな風に神社に行く途中の小道にはいろんなお店がちょこちょこ並んでた。何これ。
いろんな看板があるけど、これ夜がメインのお店なのかな。喫茶店なんかは開いてる感じだったけど。博多馬か門通り。なんかこういう小さな路地にお店が並んでるのが昭和っぽいよね。ここ一体いつからあるんだろう。っていうか、ここも再開発でなくなっちゃうのかな。鬼門よけ守護、学業ご守護。あ、なんかこの牛さん撫でてた方がいいやつだよね。悪いところを撫でると良くなるらしい。よくなれ。御朱印帳先に頼んどこうと思ったけど、参拝してから御朱印帳をお受け取りくださいって書いてあったので、きちんと参拝してからいただきます。セルフだった。ここにお金を入れて受け取る。お土産用に2つ買って帰りました。街中なのにこの門をくぐると不思議と清らかな感じがする。天井を見上げたらなんかお札が貼ってあった。お昼どうしよっかな。このホテルの1階のカフェに行ってみるか。っていうか入れるのかな。満席。4組待ちだった。でもあっという間に呼ばれた。意外とすぐ。なんかその前から待ってたお客さんが待ちきれなくて、追い出せないですかみたいなことを言ってたんだけど、いや追い出せねえだろうとか思いながら私待ってた。それでグリーンパスタ。はい。はい。こっちより早いですよね。こっちの方が早いです。そうなんですか。そうなんですね。割とライブまで時間が迫ってきたので早い方食べようかなと思ったんだけど、せっかく博多に来たら明太子の方食べた方がいいかなみたいな忖度が発生して明太子パスタの方にしました。実際はハンバーグの方が早く上がるんだって。意外。家で食べるときは炭水化物オン炭水化物みたいな食べ方するくせに、外に出るとサラダとかつけがちだよね。で、飲み物は一番減ってるやつにしてみた。普段選ぶものがなんかオーソドックスじゃないみたいで、こういう時はなんかみんなが選ぶものを選びがち。普段飲むカップスープなんかもスプーンでなんか飲まねえよと思うんだけど、みんな上品に飲んでたんで習ってみたんだけど結局一気飲み。大きなガラス窓のあるリバーサイドカフェなので、外のテラス席や向かい側のお店もよく見える。なんかさっきからめっちゃ行列になってるなこのお店。何のお店なんだろうと思ったら水炊きともつ鍋のお店らしい。なんで外を観察しているうちにパスタが登場。15分割とあっという間だったかもと思いながらお皿を観察していきます。なんか明太子がめちゃめちゃでっかい。年齢的にこんなにコレステロール取っても大丈夫かとか思ったんだけど、なんかね、明太子 100g のコレステロールと卵のコレステロールだったら卵の方が多いらしい。まああと今日はライブに行くから大丈夫だよね多分。なんて都合の悪いことはうまく変換できる大人になってるので完食。ふとさっきのもつ鍋屋さんを見たらまだ並んでた。いや何時間並ぶんだ。お腹も満ちたところでホテルのすぐ後ろにあるチャリチャリポートからレンタル自転車で出発。福岡ってサイクルポートがめちゃめちゃあるから便利ですよね。おー、めちゃめちゃ並んでる。っていうか同年代と同年代よりちょっと上ぐらいの人たちが多い感じ。横列6人でご協力お願いします。タオルいいなぁ。まあでもちょっとそんなグッズなんて買う年齢でもないしな。見るだけにしとこうかな。お、かっこいいタペストリー。を信じて生きてゆけばいいさと。ライブめちゃめちゃ良かったです。
なんかすごい最後に若い頃の曲とかが流れたりしてめっちゃ良かった。かっこよかった。ここ何年前にできたんだろう。ベイサイドプレイス博多の中にあるこのベイサイドアクアリウム、高さ8メートルかな、あと直径9センチの小さな水槽なんだけど、高さ8メートルの直径9メートルです。なんかお魚がめっちゃ泳ぎ回ってた。イワシの群れがこうやって塊で自分たちを大きく見せるのって生きる知恵すごいよね。入ってすぐのフレッシュネスバーガーの前にマッハ川崎のバイクがあった。なんでこんなところにと思ったら、定期的にここに旧車だけじゃないのかな、バイクが並んでるみたい。向かい側の温泉にチャリチャリポートがあったので、自転車また借りて帰ります。行きは安いと思ったのに、帰りは電動にしたら10分で280円ぐらいだった。なんかめっちゃ高くなったな。でもホテルの裏にチャリチャリポートあるの楽。ホテルの外に出たら昼間見たとんかつ屋さん、また人が並び始めてた。そんなに美味しいのかな。去年来た時も思ったんだけど、なんか福岡って来るたびに新しいビルが増えてるよね。去年は4月にできたばかりのワンビルっていう商業ビルの方に行ってみたんだけど、上の階がホテルやオフィスが入ってて、下の階には飲食店やいろんなお店が入ってる。130店舗ぐらいだったかな。中を去年ちょっとだけ覗いてみたんだけど、なかなか面白かった。今日はここで夜ご飯を買っていこうかと思います。なんかお弁当屋さん的なのってあったかな。ワンビルの営業時間はなんかショップなんかは夜8時ぐらいまでで、飲み屋さんみたいな感じのところとか飲食店なんかは10時ぐらいまで空いてたりするのかな。だからまあ今7時過ぎにホテルを出てきたんで、お弁当買うのギリギリかも。お、この辺で売ってるかな。せっかくだから買う前にちょっと他のところも覗いてみよう。おお、お酒がいろいろある。と言ってもどれをお土産に買えばいいかよくわかんないな。何これ、モンシュグリア。へえ、この果物のドライフルーツが入ってる瓶に好きなお酒を注げばいいわけ。山崎の水。スパークリングの度数が書いてある。度数っていうのかなこれ。もうこのフロアは閉店間際ということで、お客さんもちらほら。お、なんだこれ。何これ。霊酒を注ぐと武将たちが酔っ払います。頬が赤らむんだ。これがこうなる。お箸いいなこれ。なんかお土産に良さそう。かわいいと思ったらなかなか可愛くない値段だった。8800円。飲食店のあるフロアは結構にぎわってた。ここで食べてみたいけど、ちょっと帰りが遅くなりそうなんで、やっぱお弁当買ってホテルに戻ろうっと。いやー、それにしても夜7時過ぎだっていうのに明るい。お弁当と夜食もゲットしたのでホテルに帰ります。
買ったお弁当はこちら、ワンビルに入ってた梅の花のお弁当。っていうか梅の花って鹿児島でも買えるんだけど、出先でもやっぱり買ってしまった。あんまり普段テレビって見ないんだけど、こういう時ってなんか見ちゃうよね。もっと他人に対して思いやる気持ちを持ちなさい。なんか華やかなネオンのついた遊覧船みたいなのは見たことあったけど、屋形船も走ってるんだ。あ、これネオンのついたなんか遊覧船。結構乗ってるなぁ。変な。こっちは違うっすよ。そっち歯医者さん。昼も夜もやっぱり行列なのが一覧。でもこれほとんど海外の人のような気がするんだけどな。夜はどうなんだろう。というわけで今夜はまだ歩いたことのない通りに行ってみたいと思います。中洲中央通り。現在時刻夜の10時過ぎ。結構通りは人が歩いてる。中洲中央通り3丁目か。もうすぐ山笠が展示されるみたいです。あれは山笠の準備の櫓かな。お、このラーメン博多荘っていうのなんか昔からあるって聞いたことあるんだよね。ワンタン麺のお店で合ってる？お、元祖博多豚骨ワンタン麺発祥の店って書いてある。いやー、これからどのお店に行くかな。さっきの子も可愛かったしな。なんて前を歩く人の心の声を脳内代弁しながら歩いていると、見慣れたオーリックの看板が。なんか福岡で見るとオーリックもでっかく見えちゃうよね。ここ前通ったことがある。なんかここ前自転車で走り回った時に通った気がするな。レトロな感じのバーやスナックっぽいお店なんかも並んでるな。でもなんかそれより目につくのはお姉ちゃんの看板だけど、歩いているお姉さんがみんな可愛く見えるのも福岡マジック。いやマジックっていうか本当に可愛いんだけど、ふと上を見上げるとチロリアンの看板が。老舗のお菓子屋さん千鳥屋さんの名物お菓子、ロールクッキーに中にバタークリームみたいなのが入ってる。昔からあって美味しいよね。このビルもなかなか年季が入ってそう。多分私が福岡に住んでた30年以上前からあるんじゃないかなと思いながら歩いてたら、なんかビルの中に気になる飲み屋街を見つけた。桃多聞通りって書いてある。雑炊の店。なんか後から調べたら、この雑炊のお店昔からあるらしい。締めに食べる人も多いんだって。20種類のトッピングから選べたりするとか。というわけで帰りは川端通り商店街の夜の様子を眺めながら帰ります。昼は通ったことあるんだけど、夜は歩いたことなかった気がする。今はもう夜10時過ぎ。夜だとこんな感じなんだな。帰る途中に姪っ子にお土産を買うためにドン・キホーテに寄り道。あるかな。というかもうシールブームまだ続いてるんだろうか。おー、これめっちゃかわいい。クレヨンしんちゃんを令和の小学生がかわいいと思うかは謎だけど、店員さんがほぼほぼ外国人しかいなくて、お店のお客さんも外国人ばっかりだった。個人的に満足度の高いシール買えたな。うわ、一蘭の前まだめちゃめちゃ並んでる。ホテルのすぐ近くにあるこのオンガターブルというお肉屋さんも美味しかったけど、また今度行きたいな。そういえば川の向こうに見える青い建物、まだ見てなかったな。
眺めてくか。なんだ、なんかイチャつきカップルの声がする。タイタニックごっこでもしてるのかと思ったら、女の子が男の子をお姫様抱っこしようとしてたらしい。時代は変わるもんだなんて思いながらコンビニに立ち寄ります。なんかホテルのコーヒーあっという間に飲んじゃうから買わないと足りないよね。白黒ポテトにはやっぱり巡り合えず、軽くスイーツでもと思ったけど超でっかいエクレアしかなかった。そういえばスペース X 上場したけど宇宙の時代っていつ来るんだろう。 AI の進化も早いし思ったより早く来るのかな。ちなみに今日ワンビルで買ったお弁当の夜ご飯はこちら。さすがにお腹いっぱいになったので寝ます。枕元の目覚ましをセットしてと。明日8時ぐらいでいいかな、ご飯。月曜の朝なのに車が少ない。そんなもんなのかな。月曜の朝です。朝食時間は6時半から10時、9時半ラストオーダー。でも9時以降はお料理の追加は控えてますっていうことだったので早めに行った方がいいかも。おはようございます。おー、最上階なだけあって景色がいい。川の色は朝食はこんな感じ。8時半過ぎという遅めに来ちゃったのでお料理は結構減ってた。ご当地朝食の博多ラーメンもある。自分で麺を温めて作る感じ。ほほう、豚骨ラーメンの作り方。お、右側にあるバスクチーズケーキ美味しそうだな。1階のカフェでも人気なんだって。夕べ結構たらふく食べたのでそんなにお腹は空いてないんだけど、朝食付きってなると頑張って食べちゃうよね。なんかいっぱい食べないと元取れないような気がして食べちゃう貧乏症です。カレーね、甘めでスパイシーな感じもして美味しかった。結構好みの感じのカレーだったな。腹いっぱいと言いながら豚骨ラーメンは朝から食べる。街中のホテルって海外の団体さんとかが旅行で利用していると結構賑やかになっていることが多いんだけど、ここはなんか日本人のお客さんが多い印象だった。というわけで朝ごはんを食べ終わったところでチェックアウトして駅に向かいます。どんどん変わっていく街並みの中、変わらない歌声を聞けた福岡の夜。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。